こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は、こちらにあるブラックムーンって書いてある、ホロスコープもありますが、タイトルはブラックムーンが暴く信じてきた嘘というちょっとドキッとするタイトルなんですが、実は2025年の年末、そして2026年の始まりにかけて先生術的にとても象徴的な3つのポイントが一気に動き出します。最初にそれを言っていくと、ブラックムーン、ハイジアという小惑星、そしてジュノーという小惑星です。で、実はこの3つは派手なメジャーな天体ではありませんが、でも実は集合意識の深いレイヤーを静かに、そして確実に奥からガンガンガンと揺さぶる存在なんです。で、今日はこの3つの移動が意味すること、そして2025年の末から2026年の初頭にかけて私たちはどう過ごすといいのか、何に気をつければいいのかということをお話ししていきたいと思います。ちなみに2026年の流れは非常に複雑で、これもちゃんと読んでますので徐々に、上げていきます。動画の方、今回一つでまとめるのはもう無理。通常1年の流れを読む練習会というのを私も生徒さんと共に2025年12月にねするんですけれども、だいたい大きな移動の流れが4つぐらいポイントがあって、そこを読んで流れを読むんですが、今年は10個ぐらいあるんですよ。だからもう本当に頭が吹っ飛びそうなぐらいすごい大変で難しかった。だけれどもこれは一気に先生術のテクニックをアップできるのは2026年の星読みさえできれば、もう残りの星読みなんてへっちゃらっていうぐらい難しい2026年は。なのでですね、そこで読んだ中でもその集合意識って結構大事で影響を受けるなということが分かってますので、実はこのポイントはとても大事だということで聞いていただきたいと思います。まず一つ目、ブラックムーンが2025年は12月の21日にいて座に入ります。ここにチャートを出してありますね。これがちょっと、入る瞬間なんですけど、実はあんまり感受点として天体ではないので、そのハウスの位置を見るかどうかっていう問題はあるんですが、でもこの入る瞬間、日本も東京で見ると実は、アセンダントのラインにブラックムーンが乗っかってるということもあって、非常に日本にとっては重要なこのブラックムーンの移動ではないかと思います。ちなみに移動してから2026年の9月の15日にヤギ座へ入るまでいて座リリスのエネルギーは続きます。結構長いですね。もう来年の前半は丸々ブラックムーンリリスなんで、ぜひ気をつけていただきたいんですが、まずリリスっていうのは抑圧されてきた本能やエゴ、言えなかった真実とか影の自己意識っていうものを表します。そしていて座は心理、哲学、教育とか信念、信じるもの、自由、それから正しさの証明みたいなものを司るサインです。つまりここから9ヶ月、私たちの内側にある本当は信じていること、本当はというのがつくので、正直に言えなかったり隠してきたり見ぬふりをしてきたかもしれませんが、本当はスピリチュアル好きなのみたいなのを隠してるとかね、本当はその信じていること、本当は違和感を感じていたこと、学校で習ってること、これ本当に正しいのかな。私は歴史の教員免許を持ってますが、ずっと中学高校の歴史で本当にこうなのかな、本当に織田信長こうなのかなとか、本当にこの鎖国ってどうなのかなっていつもこう思っていたタイプなんですけど、そういう本当は違和感を感じていたことがもう抑えきれなくなっていきます。最近先生術でも科学でも医療でも教わった通りでは説明がつかない部分があるという違和感に気づいている人たちが多いでしょっていう話をしてきています。真実を話し出そう、真実を暴き出そうとしている人たちが増えているよねっていう話はすでにしていますが、これが加速していきそうです。これまで空気を読んで波風を立てないように、そうですねって古くから言われていることを飲み込んできたような価値観、それがですね、突然違うんじゃないって言葉になって出てきたりとか、態度として現れたりする人も増えると思います。社会的にも思想、教育、メディア、政治、芸能界、金融、法律などのところで、それって本当に正しいの？今までそれ信じてきたけど、そういえばもうちょっとエビデンス出してよみたいな、そういう問いが一気に吹き出しやすくなります。
ただここでとても重要な注意点があります。リリスが動くときはいつも大事なんですが、いて座リリスは真実を求める力がとても強い分、自分の正義が絶対になるっていう危険性も持ってるんですね。正しさを語っているつもりがいつの間にか誰かを断罪してしまうとか、この罠には本当に注意が必要な時です。そして2つ目、12月の26日に小惑星ハイジアが双子座へ移動していきます。私はこのハイジアという小惑星が非常に重要だという話をいつもさせていただいているんですが、このハイジア双子座に移動するというのは、でも今逆行しているので、蟹座まで行ったのが戻って双子座に、そして順行になってまた双子座から出ていくんですが、出ていくのは来年の4月の6日ですから、これまた結構長くいます。で、ハイジアは健康、浄化、純化ですねを意味する、象徴する天体です。そして双子座は情報とか言葉とかコミュニケーションとかマインドや思考を司ります。ここで意味するのは情報と言葉の純化です。2025年後半から情報量はさらに爆発的に増えて、もうどれが嘘か本当かわからない真偽不明な話、感情は煽るような言葉、極端な主張がますます拡散されやすくなります。ハイジや双子座期はそれらを洗い流すような流れが起こります。何を信じるのか、どの言葉を使うのか、どんな情報を体に入れるのか、それがメンタルや体調や精神的な健康、人間関係に直結しやすくなっていきます。この時期は正しいかどうかよりも、そこにすがすがしさがあるかどうかっていうものをぜひ基準にすると、とても整っていくのではないかと思います。そして最後3つ目です。12月29日に小惑星ジュノーがヤギ座へ入ります。2026年5月の29日までヤギ座にいますから、これも結構長い期間になりますね。ジュノーは結婚とかパートナーシップ、長期的な契約、関係を表す小惑星です。それから自己主張だったり自己の権利っていうものも象徴しています。ヤギ座は責任とか現実、ルール、社会性、継続する力っていうものを象徴しています。ということで合わせると、ここではその人との関係性が一気に現実レベルで試されていく時となりますね。例えばそれが仕事の関係でも、プライベートな関係でも、パートナーシップ、ロマンスでも、それに関わらず本当に信頼できる、責任を持って対応できる相手と長期的な関係を築く意思がありますか？ Yes or No。 今決めていく時です。この人は本当に信用できる人かどうかっていうのが試されています。あなたも試していくだろうし、あなたも試されているということを気をつけとかないと、ここでこの人は長期的には信用できないな、きっとすぐ裏切るだろうなとか、きっとすぐ飽きちゃうだろうなとか、きっとどっか行っちゃうだろうなっていう人をみんながお互い見張ってる感じ。そうするとなんとなく続けてきた関係では、もうこれ以上みんなが本気になっていきますから、自分の大事な時間やアセットやお金をそういう人のために使いたくないという気持ちがすごくみんな強くなっていくんですね。だから本当に信頼できる人だと認定されることがとても大事な時期だと思います。本当にウィンウィンになれる関係性とはという再定義が起こりやすくなっているんじゃないかと思います。ということで2025年末から2026年初頭は真実を語りたくなる。でもその真実は純化された言葉で責任を持って現実に落とし込めるかどうかという非常に高度な統合されたテーマへと入っていきますので、気をつけたいのはもう一度言っておくと、勢いで語ることとか断言しちゃうこととか白黒つけすぎることっていうのがやっちゃいけないこと。やった方がいいのは自分の人生哲学を一度静かに整理すること。ジャーナリングもいいですね。それから情報を取捨選択して間違ったものを取り入れないこと。そしてこの関係を2026年以降も続けたいかという現実目線で人間関係を見直すことということになります。この年末年始は新しいことを無理に始めるより、2026年に向けた土台作り、覚悟を決めていく、契約前の最終調整というところにとても向いています。宇宙は今こう問いかけてます。あなたの真実は誰かを傷つけるためのものですか？それとも平和な未来を作るためのものですか？
ということで、この問いに誠実に向き合える人は大きく流れが変わっていくのではないかと思います。では最後に宇宙から授かったこの65枚の宇宙のエネルギーを象徴する65枚の1枚落ちたがこれぐらい、ちょっと今日はいつもより多めにお正月近いので多めに回してますじゃないけど、多めに切ってます。これぐらいでいいですか？誰かストップ言って。ストップ。よし、じゃあ一番上にあるもの、フラワーオブライフです。素晴らしい調和のエネルギーですね。本当に信じるものが違ったり、宗教が違ったり、国が違ったりしても、私たち分かり合えるんじゃないでしょうか。このカードが出てるということは、それぞれ信じてるものが違う中で、でもみんなの唯一の同じ世界の平和っていうものに対して同じテーブルでしっかり話し合うことができる世の中に変わっていけそうな気がする。よろしくお願いしますっていうことで、素敵な年末年始をお迎えください。それからごめん、終わりかけたのに、引き続きですね、インスタグラムの方で、ちょこちょことライブをしておりますので、そこはライブしながら対話もできるので、ぜひですね、そちらもご覧ください。それから詳しい毎日のアスペクトっていうのは、ちょっと有料のこの YouTube のメンバーシップに登録していただくと、毎月5ドル99セントですが、全アスペクトを解説しているというのもやっております。で、その日で良ければノートの記事の方に毎日上げてますので、そのノートは無料で読めるのでフォローしていただくとかですね、いろいろといろんな角度から、アクセスしていただけます。何よりも公式 LINE が無料で登録できるので、このキャプションのところから登録できるので、たまにクーポン配ったりですね、お得な情報を出したりもしてますので、ぜひ公式 LINE にご登録いただけると嬉しいです。ということで2026年も皆さんとつながっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。素敵な年末年始をお迎えください。